この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は電子回路の設計についての動画です。同じ回路図、同じ電子部品を使ったとしても、最後に出来上がった回路の性能が変わってくることがあります。例として今回はこのような回路を基板から作ってみました。テキサスインストゥルメンツから出ている電源 IC を使用した超基本的な高圧コンバーター回路です。左右の回路では設計に違いを持たせています。左はプロが使うような設計手法に従って設計したもの。右は最低限動作するだけの割とやばい適当設計の回路です。プロと適当の違いは何かというと、プロは電子回路の原理原則、どのような用途に使われるかを理解した上で設計しています。一方で適当設計は回路図通りに作ったといった感じです。というわけで、同じ部品を使った電子回路でも部品のレイアウトや配線パターンの違いで性能が変わるというのを確認していきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。今回10月15日までエンジニアの日ということで限定クーポンを配布しています。6層基板のクーポン、通常の注文でも使える割引や表面実装、フレキシブル基板用の割引クーポンなども用意してもらいました。概要欄のリンクからもらえるので、この機会にぜひ作ってみてください。先ほどの回路がありましたが、こちらをどうやって作っていくのか、回路図と部品のデータシートを使って解説していきます。まずは回路図です。よく見かける高圧コンバーターの回路です。電源 IC にはテキサスインストゥルメンツの TPS62841 を使っています。そしてこちらが入力電圧。今回は 5V に設定しています。そしてこちらが出力電圧の端子 1.2V に設定しました。こちらには入力の積層セラミックキャパシタ MLCC です。出力部分にも同じように MLCC を入れています。そしてこちらに外付けインダクターがあります。これら部品を付けるだけで簡単に高圧コンバーターを構築できます。またこちらに外付けの抵抗ありますが、この外付けの抵抗の値を変えるだけで出力電圧を調整できます。今回は 1.2V になるように調整しました。これから実際に作っていきますが、こういった電源 IC を使うときに一番大事なことは何かというと、データシートを読むことです。大事なことは大体データシートに書いてあります。では実際に読んでいきます。こちらの部品のデータシートです。まず1ページ目にこの電源 IC の典型的な応用回路が書かれています。先ほど出てきた回路図はこの応用回路を参考に書いたものです。大体のデータシートにはこういったページが入っていて、機能ブロックダイアグラムというのがあります。この電源 IC の中身がざっとここに書いてあります。これから外付け部品の選定をしていきます。抵抗とインダクター、それからキャパシターです。まずは外付け抵抗から見ていきます。この電源 IC は外付けの抵抗値で出力電圧が変わります。データシートのこちらのページに出力電圧と外付け電圧の対応表があります。今回使う電源 IC はこちら。そして出力電圧は 1.2V に設定します。この時の外付け抵抗の抵抗値はこちらの値を選んでいきます。ノミナル値で選んでいきますが、その時の抵抗値は 15.8kΩ です。ですので、この部分の抵抗値を 15.8kΩ に設定します。そうすると出力電圧は 1.2V になります。ちなみにこの抵抗を配置するときに注意する点は、こちらの V セットピンがありますが、こちらに電流やあとは規制の静電容量なんかがないように注意します。こちらの抵抗値を読んで出力電圧の値を決めているのですが、この間に抵抗に電流が流れてしまうと誤った出力電圧に設定されてしまうからです。内部ブロックを見て、ここに抵抗が接続されるわけです。この抵抗値をもとに電圧の目標値を決めます。この電圧の目標値というのは、ここで使用されているわけです。また実際の抵抗の選び方でもポイントがあります。基本的にはプラスマイナス 1% のものを選ぶようにしましょう。ここでプラスマイナス 5% のものを使うと出力電圧にばらつきができてしまいます。また温度係数も重要です。温度係数が大きいと温度の上下によって抵抗値も変わってきてしまいますので、なるべく温度係数の低いものが良いです。ただあまりにも温度係数が低いものを使っても、こちらの回路を作るのにコスト感が合わなくなってきます。なのである程度のもので OK です。
データシートを見てみると、外付け抵抗値の温度係数は最大でも 200ppm のものが推奨されています。なのでこれ以下のものを探すようにします。ちなみに一般的なチップ抵抗の温度係数はプラスマイナス100から 200ppm であることが多いです。なので汎用のプラスマイナス 1% のチップ抵抗を使っておけば大きな問題になることはありません。ですので 15.8kΩ プラスマイナス 1%、そしてプラスマイナス 200ppm のものを使うようにします。次はインダクターの選定です。ディスクリート部品を使うようなカスタム電源と違って今回は電源 IC を使った回路です。こういった電源 IC を使う場合、データシートに最適なインダクターの記載が大体書いてあります。インダクターの選定って結構めんどくさいんですけども、最初から決めてもらっているのでインダクターを選ぶめんどくささというのはありません。そういっためんどくささを回避できるのが電源 IC を使うメリットと言って良いかもしれません。データシートを見てみると、インダクタンスは 1.51 マイクロヘンリーから 2.9 マイクロヘンリーの間で選ぶように書いてあります。真ん中に書いてあるノミナル値は 2.2 マイクロヘンリーです。とりあえずこの値にしておいてくださいくらいの意味で受け取って良いでしょう。ちなみにこのインダクタンス値が大きいほど出力電圧の電圧リプルは小さくなります。またデータシートには使用可能なインダクターの型番が掲載されていました。インダクターは定格の範囲に収まっていれば必ずしもこのインダクターを使う必要はないのですが、一例として掲載されています。村田製作所のシールドありのインダクターでした。インダクターの重要な選定ポイントとしてシールド、定格電流、抵抗値があります。シールドがないインダクターの巻き線に電流を流すと磁束が外部に漏れます。これはノイズになって空間や配線を伝って近くにある回路や少し離れたところにある回路に悪影響を及ぼします。シールドのありなしの違いについては動画の後半で実験します。次はインダクターの定格電流です。インダクターに定格電流以上の電流を流すとインダクタンス値は低下します。これはなぜかというと、インダクターのコアに使っている磁性材料が磁気飽和するからです。これが今回使うインダクターの電流特性です。横軸は電流、縦軸はインダクタンスです。電流がほとんど流れていない領域では定格の 2.2 マイクロヘンリーあります。ですけども電流をどんどんと流していくとインダクタンスは低下していきます。なので実際に使う範囲の電流を流した時に飽和しないようなインダクタンスを選定することが重要です。ちなみにインダクターの定格はこの通りです。磁気飽和し始める電流は 2.4A、温度上昇による定格電流は 1.8A、巻き線が持っている直流抵抗は 0.116Ω です。今回インダクターに流れる電流の直流成分ですが、最大でも 750mA です。この時のインダクタンスはほぼ 2.2 マイクロヘンリーなので、選定するインダクターとしては問題なさそうです。ただ実際インダクターに流れる電流についてですが、リプル成分を含んだ電流となります。このデータシートかなり親切なんですけども、インダクター電流のリプル成分の計算方法が載っています。スイッチング周波数は 1.8MHz とデータシートに書いてあります。それを読むとリプル成分のピークは 0.23A、それを元に計算していくとインダクター電流の最大値は 0.86A です。先ほどのインダクタンスの電流の特性を見てみると、ここは約 860mA です。2.2 マイクロヘンリーから変わりありませんので、このインダクターを使って問題なさそうです。最後は入出力のキャパシターの選定です。ここが結構重要です。実際にデータシートを見ながら確認してみます。まずこちらの入力キャパシターについてです。一応データシートに推奨の数値は書いてあります。最小1マイクロファラド、ノミナル値で 4.7 マイクロファラドです。上限の設定は特にありません。電源 IC の入力に何か電源が接続されます。この電源の出力インピダンスが高いと負荷が急激に増加した時に入力電圧が下がってしまい運転継続が難しくなってしまう場合があります。そういった場合入力部分のキャパシターを大きめにすると負荷が急激に増えた時でも安定して IC が動作できるようになります。ここのキャパシターの選び方なんですけども、基本的には ESR、ESL が小さい MLCC を使えば良いです。そうすると性能の高い電源になります。出力のキャパシターについても同様に ESR、ESL が小さい MLCC を使えば良いでしょう。出力のキャパシターについても推奨の値を見ておきます。下限が3マイクロファラド、ノミナル値が10マイクロファラド、そして上限値が決められています。上限は40マイクロファラドです。
いろいろ理由はあるのですが、こちらのブロック図を使って説明します。ここにインダクターがあって、そして出力のキャパシターが接続されます。上限が決められている理由はいろいろあるかと思うのですが、この部分の静電容量を多くすると電源 IC が起動に失敗する可能性があります。というのも今回の電源 IC はソフトスタート機能を採用しています。こんな感じでソフトスタートのシーケンスがあるわけですが、このソフトスタートシーケンスの時間内に出力のキャパシターの充電が完了しない場合、こちらの規定の時間が経った後に IC 内部のスイッチに大電流が流れて電流リミットに引っかかって起動ができなる場合があります。そういった点には注意が必要です。電源 IC によってこの辺りの仕様は異なるので、データシートをよく確認した方が良いです。過電流でトリップするのか、それとも電流制限をかけたままキャパシタを充電し続けてくれるのか、その辺りは要確認です。また出力に MLCC を並列接続していくと ESR が低下して位相余裕が低くなる傾向にあります。電源 IC によっては位相保証用のフィードバック端子がありますが、今回の電源 IC は電源電圧を直接接続する方式なのでそれはできません。さらに MLCC 自体の定格電圧にも注意が必要です。こちらは定格電圧 4V 静電容量 10μF の MLCC の DC バイアス特性です。横軸が MLCC に加わる直流電圧、そして縦軸は静電容量です。見てわかる通り直流電圧が加わると静電容量低下していきます。今回使用電圧 1.2V です。その時どうなっているかというと、静電容量は約 20% 低下します。結構大きいですよね。電圧をさらに高くしていくと静電容量はどんどん低下していきます。MLCC の定格電圧である 4V で使うと静電容量はどうなるかというと約 70% 低下します。このように MLCC を使うときは静電容量の低下も考えなければいけません。この電源 IC のデータシートどこまで行っても親切で、利用可能なキャパシターの候補まで載せていってくれます。村田の GRM シリーズなので一般的な MLCC です。静電容量は 10μF になっています。もちろんこれ以外の MLCC を使っても OK です。入力のキャパシターについても同じです。まとめてくれています。とりあえずここまでは電源 IC のデータシートをベースに使用する部品について話してきました。こちらが実際に使用した部品です。まずインダクターについてはデータシートに記載されているものを使用しました。また MLCC について村田製作所の GRM シリーズを使います。今回は手判断するのでサイズは少し大きめのものを選定します。1206と0805サイズです。MLCC は基本的にサイズが小さいほど ESR と ESL が小さくなる傾向にあります。ですので今回 MLCC のサイズはもう少し小さい方が電源としての性能は高くなるかなといったところです。今回は入力電圧は 5V ですし、出力電圧は 1.2V です。なので0603サイズの MLCC でも十分見つかりますし、0402サイズでも合いそうなものがありました。では実際に部品を配置していきます。左がプロ設計、右が適当設計です。電源回路の設計は基本的に配線長をなるべく短くすることです。また電流が流れる経路を意識しながら設計することも重要です。回路上のパターン自体がインダクタンスになるわけですから、なるべくループの面積を小さくするように意識して設計します。まず適当設計の方から見ていきます。こちらは本当に回路図通りに設計したような見た目をしています。この回路図です。まずここに 5V の入力があって、入力の MLCC です。これが電源 IC ですね。インダクター、また出力の MLCC があって、ここが出力の 1.2V になっています。青色で主電流が流れるループを書いていますが、こんな感じのループで流れていきます。でここの間にもループがありますね。先ほども話しましたが、主電流が流れる配線長をなるべく短く、そしてこういったループをなるべく小さくしていくというのが電源回路の設計のコツです。こちらの適当設計ですと配線長がかなり長めです。そしてこういったところに結構大きめのループができてしまっています。こういった大きめのループからスイッチングによる電流のノイズが出てきますし、また外部から入ってきたノイズがこのループに鎖降して電圧が誘起されます。また配線長が長いとインダクタンス成分もその分大きくなります。ですので配線長は短く、そしてループは小さくするのが鉄則です。またこの MLCC の置く位置についても注意が必要です。なるべく電源のすぐ近くに置くように意識します。そうすると MLCC から電源の端子までの配線の L をなるべく小さくすることができるからです。
また配線の太さも問題です。この配線を見てみると結構細いです。太さ 0.25mm でやっています。負荷電流は最大で 750mA 流れるので、この線の太さですと電圧効果が大きそうです。電圧フィードバック線について、こちらの出力の MLCC の直近から取るようにしていますが、すぐ近くにスイッチングノードがあるので、この部分からのノイズを拾ってしまいそうです。また放熱についても問題があります。こちらで放熱を逃がす用のパッドを用意していますが、熱を逃がせる経路をこの他に用意していません。配線が細いので、そこから熱も逃げていくということはないです。またこちら実物の裏面を見てみますが、裏面に銅箔は入れてありません。なので逃げていく熱の量も少なくなってしまいます。次はこちらのプロ設計です。ここに入力の 5V が入ってきて、出力の 1.2V がここになります。今回はいろいろ実験したかったので、キャパシタを追加できるようにしました。実際に使うのはこの C2 だけです。そしてインダクター、出力の MLCC、これが IC といった具合です。こちらの設計について、主電流が流れる配線についてはなるべく太く短く、そしてその電流が流れるループはなるべく小さくするといったことを意識して作られたものです。実際に見てみると、電流が流れるところについては銅箔を広めに取ってあります。また MLCC を IC の直近に配置することで、こちらのループをなるべく小さくしています。先ほどの適当設計の電圧フィードバック線は結構長めな配線を引いていましたが、こちらは MLCC をすぐ近くに配置して、そこからフィードバック電圧を取るようにしています。フィードバック信号のノイズ耐性はこちらの方が高いはずです。また発熱について、ここに放熱用のパッドがありますが、そのパッドに大きい銅箔を接続することで、このように熱が逃げていくような設計になっています。ですので実際に動作させてみると温度は低い状態に維持できるような設計です。一箇所だけミスがあるのですが、 MLCC のすぐ近くにビアがあります。ビアと MLCC の距離が近すぎてレジストなしで接続されている状態になります。このままですとハンダ不良になってしまいます。そこだけ注意必要です。ここからは実験結果のまとめとそれに対する考察をしていきます。まずはプロ設計の方を 100% 負荷で動作させていますが、問題なく動作しています。出力電圧は設計通りの 1.2V です。プラス 4mV くらい大きくなっていますが、これは問題ないでしょう。適当設計についても同じように見ていきます。適当設計の出力電圧はどうなっているかというと 1.21V です。ちょっと大きめになってますね。12、3mV くらい高めな電圧が出ています。こういう風に触ってみると結構電圧が安定してないですね。あんま良くないです。プロ設計の方はいろいろいじってみても電圧は結構安定しています。適当設計の方はこういう風に振動を与えたりすると電圧が結構パラパラと動きますね。とりあえずの動作確認ができましたので、まず効率測定をやってみました。ここに入ってきた電力をどれだけ効率よく変換できたかです。こちらが効率測定結果です。横軸は出力電力、縦軸は電力変換効率です。だいぶ異なった結果になりましたね。基本的な傾向は同じですが、プロ設計の方は効率が高くなっています。出力電力が最大の時、効率は 5% もの差がありました。同じ部品を使っていますが、部品配置や配線方法が違うだけでここまでの差が出ます。こちらは損失カーブです。出力電力が最大の時の損失は 0.1W の差がありました。0.1W は結構大きな差です。適当設計の方が効率は低くなってしまいましたが、これの主な原因はやはり配線方法かと思います。プロ設計はなるべく配線を太く短くを意識していました。ですので配線自体の抵抗値は低いです。それと比べると適当設計の方は配線は長く細くとなっていました。これですとやはり抵抗値は高くなってしまいますので、配線部分で損失が発生してしまいます。配線のやり方なんかはお金がかからずにできる方法です。いろいろと試行錯誤はできますので、こういった部分でなるべく性能を高くしていきたいですね。で次は温度測定をしていきます。こちらの左がプロ設計、右側が適当設計です。やはり温度についてはかなりの差が生じています。もうちょっと詳しく見てみましょう。適当設計の温度は最高64度程度まで上昇しています。一番発熱しているのはこの IC 部分です。次にその隣にあるインダクターです。適当設計の方は熱が逃げていく銅箔を用意していないので、プリント基板に伝わって熱が逃げていきます。なので放熱が間に合わず、このように温度が高くなってしまうわけです。一方でプロ設計の方はどうか見ていきます。最高温度は33度となっています。適当設計が64度でしたので約30度の温度低下です。
こちらについても一番発熱しているのはやはり電源 IC でした。その次にインダクターといった具合です。プロ設計の方は熱が逃げていく導箔をかなり広く用意していますので、このように熱が分散されていきます。その分散された表面積の広い導箔から空気中に放熱していきますので、このように温度が低くなるわけです。改めて見てみるとかなりの温度差があります。このように温度上昇すると IC や周辺部品の寿命も短くなりますし、温度低下と温度上昇を長期的に繰り返すと部品の膨張係数の違いでハンダクラックが起きることもあります。長期的な信頼性は低下しますので、1箇所だけ高温になるといったことはさせずに、熱をなるべく分散させるように設計しましょう。次は出力電圧の定常的な特性も見てみます。こちらのグラフです。横軸は出力電流、縦軸は出力電圧です。負荷を取っていった時にどれくらい出力電圧が低くなるかを測定しています。プロ設計の方は電流が増えても電圧はほぼ一定です。だいたい 5mV 程度低下しています。一方で適当設計の方は電流が増えると出力電流は低下します。この差が電力損失になるわけです。なぜこうなったかですが、適当設計の方は配線が細すぎるからです。次は波形の導特性を見ていきます。左側がプロ設計、右が適当設計です。結構違いますね。接続する負荷は同じものを使用しています。波形を拡大していくとこのようになります。それぞれスイッチングノイズを見ていますが、左側のプロ設計の方はピークで約 60mV のスイッチングノイズです。素人設計の方はスイッチングノイズがかなり大きく、ピークで約 200mV となっています。かなり性能の違いは出ていますね。波形を拡大するとこのようになります。振幅ものすごく大きいですね。こちらにパワースペクトルを出しましたが、やはり適当設計の方が全体的にスペクトルの強度は高いです。波形のスイッチングノイズ成分を除去しました。この波形を見ると配線の LR の影響であったり ESR、ESL の影響というのがわかるわけです。あとはロードレギュレーションも見てみます。こちらはプロ設計です。このタイミングまで 100% 負荷で動いていて、ここで 30% 負荷になると。だいたい 10mV くらいこういう風になってます。こちらは負荷が急激に増えた時です。30% でこのタイミングで突然 100% 負荷になると。電圧はだいたい 5mV 程度落ちていますが、すぐに元に戻ります。なかなかね、性能いいですね、この IC。適当設計もやってみます。まずは負荷が増えた場合です。はい。お、ちょっとおかしいぞ、これは。なんか2段に分けて電圧が下がってますね。まず1段目、ここは負荷電流が急激に流れ始めたところです。このように一瞬電圧降下していますが、ちゃんと元に戻っています。問題は次ですね。一気に電圧がガクッと下がっているところがあります。これについては原因は全く不明です。多分フィードバックの線にノイズが乗って何か悪影響をしている可能性が非常に高いですが、詳しいことについてはちゃんと解析してみないとわからないです。次は負荷が急に減った場合です。はい。波形拡大していくとこのようになります。ちょっとね、動作がよくわからないですね。ここの電圧上昇については負荷が急減した時の上昇です。その後にゆっくりと上昇していますが、これについてはよくわからないです。そもそも電圧が設定した 1.2V ではなくて 1.23V 程度まで上がっています。制御動向とかいうよりかは設計由来の動作不良かと思います。というわけで、同じ回路図、同じ部品を使ったとしても、部品のレイアウトや配線の違いで大幅な性能の違いが出ることが分かりました。実際の製品の中に入れるような回路設計ですと、回路の大きさや入出力端子の位置が決められていて、その制約の中で設計していくかと思います。そういった制約の中でも回路の工夫で性能を上げていき、そしてコストを下げていくというのが重要になってきます。ここからは追加実験です。インダクターのシールドありとシールドなしでどれくらいノイズが出ているかを検証していきます。こちらのコイルを近づけていくと、オシロスコープの画面に電磁ノイズが表示されます。実際には時速を見ています。入力の MLCC の付近はパルス電流が流れるので、このようなノイズが見えます。これはシールドなしについてもやはり同じようなノイズが見えますね。インダクターはどうなのか。こちらシールドありのインダクターですが、このような区形波状の波形が見えています。そしてシールドなしはどうなっているかというと、はい、シールドありと比べてかなり大きめのノイズが出ていますね。これは実際は時速が漏れているわけです。このように時速の漏れの大小が他の回路に伝わっていくかどうか、そういったことも電源回路では重要です。次は出力の電解コンデンサーを推奨値の上限より大きくした場合どうなるのかを見てみます。こんな感じで MLCC を2階建てにしました。
黄色の波形は推奨範囲内に収まっている場合です。ソフトスタート時間は700マイクロ秒あるのですが、その時間内にちゃんと電圧は立ち上がっています。その時間が終わった後に 1.2V の電圧となるようです。この動作波形はデータシートに記載の波形と全く同じです。次はこちらの波形。これは出力のキャパシターの推奨の上限を超えた場合です。ちなみに電源 IC によってスタートのタイミング結構ばらつきあるみたいですね。こちらもソフトスタートをしていますが、電圧が上がりきっていません。そしてソフトスタートが終了してちゃんと電圧が出るようになっています。起動に失敗してトリップするとか、そういったことは起こっていないようです。ここら辺は使う電源 IC によって仕様はまちまちといったところでしょうね。というわけで今回は2種類の DC-DC コンバーターを作ってきました。1つ目はしっかりと設計したもの、もう1つは適当に設計したものです。2つとも同じ回路図、同じ部品を使っていますが、部品のレイアウトや配線などによって大幅に性能が変わることが分かりました。適当設計の方は一応動いていましたが、ロードレギュレーションの時なんかは半分動作不良のような動きをしていました。性能以外にも動作不良になる可能性もあるので、設計はしっかりとしましょうということです。そしてデータシートもよく読みましょう。もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。セール情報などを配信しているので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。